文政6年1823年、11代将軍徳川家斉の治世、江戸天満町牢屋敷内で一人の男に刑が言い渡された。高山源十郎、起きろ。起きろというのが聞こえんのか。貴様の処分が決まったぞ。元南町奉行所上町回り同心高山源十郎、その方購買同心に支援をもって人情に及び公儀拝領の八丁堀組屋敷を血で汚したる段、重々不届きにつき残罪、よって明けむつ斬首刑に処する者なり。斬首刑？不服か。いや、初めは武士らしく切腹をと思っていたが、今となっては同じこと。亡き妻のもとへ行けるなら不服はない。俺最後の食事は望みのものを用意させる。食したいものがあれば遠慮なく申せ。酒をもらいたい。他に望みはないのか。それだけで十分だ。この世で最後の酒か。天満町牢屋敷で処刑された元南町奉行所上町回り同心高山源十郎の首は日光街道に面した千住小塚っ腹にさらされた。あなた、
気がついたようだな。わしは市田孫兵衛だ。まだ薬が残ってあるようだな。薬？酒に入れた眠り薬だよ。お主が5年ぶりに、しかもこの世の最後に飲んだ酒にな。なに、れっきとした漢方薬だから心配はいらん。命に別状はないと聞いてはいたが、お主がなかなか目を覚まさんので、いささか気をもんだ。ここは風月庵といってな、柿柄町の雑木林に囲まれた一軒家でな、お主のこれからの詫び住まいだ。俺の？言っておくが、元南町城町回り同心高山源十郎は3日前に処刑され、小塚っ腹で晒し首になっておる。すでに残罪と決まった囚人の中から、お主の身代わりに似ているものを探し、まあはっきりしていることは、お主はすでに死んだ人間だということだ。いわばお主は幻だ。源十郎という名も幻と書く源十郎の方がふさわしいかもしれんな。なぜ俺を？お主をよみがえらせたのはあるお方のお考えだ。あるお方とは？詮索は無用。詮索は無用。まずは体を癒すことだ。5年間の牢獄暮らしで錆びついたその体をな。よし。3日3晩眠り続けてやっと意識が戻りました。いささか薬が効きすぎたようです。薬のせいだけでもあるまい。長い間生ける屍同然だった男だ。簡単にはよみがえらずとも不思議ではない。以前はいかに切れ者とはいえ5年もの牢獄暮らしで生ける屍と化した男です。果たしてこちらの期待通りよみがえるかどうか。わしの見込み違いだと申すのか。あるいはその可能性も。見込み違いと分かれば代わりを探せばいい。あの男は始末する。お目覚めになったのですか？朝毛の支度ができたら起こしにあごろうと思っておりましたのに。おはようございます。次期朝飯が出来上がります。お主は？伊佐治と申します。今日からは旦那の世話をするよう市田様に言われました。市田？へえ、市田孫兵衛様です。何なりと申し付けておくんなさい。俺のことを聞いているのか？幻の旦那がこの世に一日も早くよみがえるよう
精一杯お世話するようにと言われています。それともう一つ、旦那が自害なさらないよう目を離すなと。死ぬ気か。逆上して妻の敵を討った愚かな元定町回り同心。なすすべもなく亡き妻のところへ行こうというのか。5年の牢獄暮らしでやはり生ける屍となり果てたのか。誰だ。そうやな、落王とでも名乗るか。落王。これでは苦労してよみがえらせた甲斐がなくなる。あんたが俺を。いかにも。何のために。妻の無念を晴らしてもう思い残すことはないか。だが武士らしい西郷とお前が望んだ切腹の沙汰は下りなかった。それどころか処分が決まらずに5年もの間小伝馬町の牢屋敷に取り残されていた。処分が決まらぬことに当初は苛立ち悶着を起こしたようだが、それも時が経つにつれて次第に収まった。もうどうでもよくなったのであろう。生ける屍も同然にな。それこそが敵の狙いだったかもしれぬな。狙い。お前を生ける屍にするために罠を仕掛けたのかも。俺に罠。本当のところはわしにもわからぬ。だがお前がよみがえった暁には5年前の真相が必ずや明らかにできるはずだ。誰だ。あんたは誰だ。あんた一体誰だ。彼、詮索は無用と申したはずだぞ。敵の狙い。お前を生ける屍にするために罠を仕掛けたのかも。
当面の係だ。この他に月々30両、いわば陰縁みたいなものと考えてもらっていい。30俵2人淵、年10両にも満たぬ町方同心だったお主には法外の大金だ。それに見合うだけのことをやってもらわねばな。聞きたいことがある。何かな。5年前俺が罠にはめられていたとしたら、そのことがあのお方とどんな関わりがあるんだ。それはそのうちわかる。とにかくこれからはこの伊佐治がお主の手足となる。見かけはこうだが、以前は北町同心の口問い、いわゆる情報屋をやっていた元盗人だ。石川島の寄せ場から連れ出した。ではお願いします。これで持ってきます。先蔵っていう博打打ちだな。5年前に確かにこの辺りに住んでたはずなんだけどな。そうか、知らねえか。旦那、それよりさ。旦那、どこを探しても博打打ちの先祖って音が見つかりませんよ。なんだってまたその野郎を探さなきゃならないんで。俺はあの時殺しの一件を追っていた。しっかりしろ。誰だ。誰にやられたんだ。博打打ちの先祖。先祖はドイツだ。カンパチ殺しで捕らえる。おとなしくお縄につけ。先祖。奥方様の一件が起きたのがその直後だったのは、旦那が先祖を追ってたことと無関係じゃねえと。そういうことなら草の根分けてもと思いますけど、肝心要の先祖がどこを探してもやっと見つけたと思って喜んだら、名前は同じ先祖でも博打打ちじゃなかったしな。博打打ちじゃなかった。ええ、両国広小路の骨董屋の主でしたよ。これは裏へ運んでくれ。えい。こちらへお願いします。大丈夫か。すみません、ご迷惑をおかけして。スパイはこの先か。いいえ、右を折れた先に八丁堀の組屋敷があります。そこなんです。八丁堀。何か。いや別に。
こんな遠くまでありがとうございました。あなた、どうしたさよ。足をくじいてしまってこのお方に送っていただいたんです。どなたか存じませんが、妻がお世話になりました。須崎隼人と申します。今日から南町城町回り見習い同心としてお世話になります。何卒よろしくお願いいたします。まさか。何か？知り合いによく似ていたもので、あまりにも似ていたものでつい失礼しました。あのご浪人、どなたに似ていらしたのですか？高山さんだ。昔からあなたが憧れてたっていう？ああ、子供の頃から俺も高山さんのような人になりたいと思っていた。でも高山様は先日斬首刑になり、小塚っ腹に首がさらされたそうだ。お気の毒に。5年の間処分が決まらなかったし、もしやご赦免になって出てくるんじゃないかと内心期待していたんだが、お前と夫婦になったこと、高山さんに報告したかったよ。あの高山さんならきっと喜んでくれたはずだからな。私も一度お会いしたかった。ああ、ごちそうさま。ありがとうございました。できるだけ早く欲しいんで。わかった。月末には次の2羽届ける。よろしく頼んだぜ。よし、おさ来てくんな。何してるんだ、早くしろけ。お釣りしないで。何してる？俺に何の用だ5年前何のために地回りのカッパチを殺した？何だと？口打ちだったお前が今骨董屋の主に収まっていることと無関係ではないようだな。てめえが知ったことか。誰だってめえ。そっか、おめえ。長崎海戦の巳之助。先祖とは江戸へ来るたんびに会ってたようで、話の具合じゃ商売物骨董品を取引してたらしいんで。わざわざ長崎から骨董品を仕入れていたわけか。やっぱり先祖は5年前の一件と何か関わりが。だから口を塞がれた。なるほど。それはそうと、5年前旦那が切り殺した南町の吉見伝四郎って隠密同士。いえ、旦那が奥方様の敵を討った同心の女房志乃って名なんですがね、今深川の岡場所にいるらしいんですよ。岡場所に？
亭主の吉見伝四郎がかなりの借金を残したとかで同心株を手放すだけじゃ足りずに身を売ったみたいなんでさ。いい子いるんですよ。お待ちどうさま。お侍さん、うちは初めてですか？まず酒の相手をしてもらおうか。変なお客だね。お酒の相手が欲しくって昼間から岡場所に来るなんて。酒は好きじゃなさそうだな。好き嫌いなんか言える立場じゃありませんよ。それより早いところ済ませましょう。あんたの話を聞きたい。私の？あんたの亭主は南町の同心だったとか。この岡場所に身を売ったのも亭主が残した借金のためとも聞いた。噂を耳にして私がどんな女か面白半分で来るお客が以前は大勢いたけどね。そうですよ。亭主は南町の同心。こともあろうに人の女房に乱暴した挙句相手の旦那に切り殺されてしまった。けど私が知ってるあの人はそんな人じゃなかった。どうしてあんな借金をしたのか。どうして女の人に乱暴するなんてむごいことしなきゃならなかったのか。それをせめて一言だけでも聞きたかった。伝四郎様、伝四郎様、伝四郎様、お待ちください、お待ちください。あんた、伝四郎様、伝四郎様、伝四郎様。伝四郎様、伝四郎様。切ったのは同じ南町の同心だけど一度も会ったことはない。あの時も結局顔を見ることはできなかった。その男を恨んでいるのか。恨んでないって言ったら嘘になるね。奥さんを乱暴された上自害に追い込まれてしまったんだ。あの人を切らずにいられなかったのはわかるけど私これからもきっと相手の人を恨み続ける。でもね、その人ついこの間斬首刑になってもうこの世にはいないんですよ。これで私の話はおしまい。お客さん、時が過ぎるとお足が出ますよ。明かりはどうします？
旦那。俺に何の用だよ。先祖とのつながりを聞かせてもらいたい。ああ、やっこさんに頼まれて長崎から骨董品を運んできてやった。それだけのつながりだ。わざわざ長崎から仕入れたにしては先祖の店にある骨董品大したものは置いてない。長崎から本当は何を運んでいたんだ。誰だてめえは。助けてやったのにご挨拶だな。さっきの連中のお頭ですかい。こいつはご無礼いたしやした。おかげで助かりやした。おめえさんたちを差し向けてくれたのは万華楼の旦那だね。旦那に伝えてください。先祖の代わりにこれからは俺が直接品物をお届けするってね。その必要はないだろう。どういうことで。品はもう十分足りてるようだ。ああ、所詮雑魚は使い捨て。みゆけ？どこの物好きが私を？名前なんかわからなくても払うもん払ってくれさえすりゃ店としては文句はないんだよ。でもあんたも運がいい方だよ。さあ早く支度しな。裏で使いのもんが待ってるから。待ってましたぜ。あっしは伊佐治と申します。誰が私を？幻の旦那で。幻？俺昼間客として会ってるはずですよ。昼間。その男を恨んでいるのか。さあ行きましょう。ご案内しますよ。あのご浪人さんところへね。いいえ、日本橋堀留町に空き家を見つけときました。これからのあんたの住まいでさ。あの人所帯持ちなんだ。旦那一人もんですよ。あの人何のために私を？何のために大金はたいて身請けしたのかこっちが聞きたいくらいだよ。どういうつもりなんだか幻の旦那が考えてることは今一つよくわからねえんだよな。どうして幻って？幻と書いて源十郎っていうからさ。本当の名前？どうかなそいつは。本当はなんて名前なの？いやあいにく詳しいことは知らなくてね。あとそれよりさ日が暮れねえうちに早く行かねえと。さあさあ。この頃時の将軍徳川家斉の実父一橋春貞は次期将軍もしくは将軍経験者のみしか居住できない慣例を無視して
江戸城西の丸に移り住み、大御所として権勢を振るっていた。大御所様にはご機嫌麗しく、不肖田沼をきまさ恐悦至極に存じ上げます。田沼殿にはお変わりなく何より。して本日はどのような用向きかな。実は構わぬ。いえ、楽王様がことでございます。しばらく鳴りを潜めておったが、またぞろ何を企んでおるのだ。詳細はまだ分かっておりませんが、密かに浪人者を動かしている形跡が。浪人者を？なぜそのようなこと。目的はどうあれ、いずれは大御所様とそれがしの弱みを握ろう所存に相違ございません。しつこい男だ。いつまでもわしを恨んでいるとは。その昔将軍になり損ねたのも、さらに老中の座を追われたのも、全ては大御所様の差し金だと恨んでいるのでございましょう。亡き田沼を喜への恩衆ともども、息子の底本にも恨みを晴らす所存なのだな。おそらく。いずれにしろ用心いたさねばと。楽王め、何を企んじおる。あの男の動きは。5年前の一件を調べ直しているものと思います。何か分かったか。それが詳しいことは手前にも。あの男を罠にはめた者の正体を突き止められれば、若年寄り田沼沖政は無論のこと、あの一橋原貞にも必ずやつながってくるはずだ。場合によっては奴らの息の根を止め、積年の恨みを晴らせるやも。即刻あの男の尻を叩いてまいれ。ただしこちらのまことの狙いを決して悟らせてはならぬ。よいな。お待ちください。ここへは何をしに来られたのですか。ただの散策だ。あなたが見ていた墓標には織江と書かれてありました。だからあなたはここへ来られた。生きておられたのですね、高山さん。高山という男には縁もゆかりもない。高山さん、ただ散策に来ただけだ。あなた、さよ。これをお届けに上がりました。いつもすまん。それよりどうかなさったのですか。いや別に何も。でしたら良いのですが、なんだかいつもと違って顔色が優れないみたいで。お前の気のせいだ。大丈夫だよ。
いただきます。旦那、一体どこへお出かけだったんですよ。もう旦那から目を離すなってあっちが一段様からお目玉食らっちまいましたよ。そんなことまで俺に言っていいのか。あの女千蔵と巳之助がよく言ってたやげん堀の飲み屋のおよって爵婦ですよ。やげん堀。久し。なんだってあの連中に追われてたんだよ。千蔵と巳之助の2人が殺されたことと関わりがあるんじゃないのか。珍しいキセルだな。タバコのキセルじゃなさそうだな。タバコでなきゃこいつで何を。およ、お前なら知ってるだろう。おい、おめえ何してる。ああ、大丈夫かな。俺は禁断症状だ。禁断症状。アヘンに間違いない。なんでって。前の一件の裏には何があったのか聞かせておくれ。時が経てば見えてくるものだ。俺があんたの亭主を切った。死神源十郎が地獄へ送ってやる。貴様の命いずれもらい受けることになる。抹殺できるかな。公儀拝領の八丁堀組屋敷を血で怪我したる段、重々不届きにつき残罪。三種刑。死ぬ気か。これでは苦労してよみがえらせた甲斐がなくなる。生きておられたのですね、高山さん。高山という男には縁もゆかりもない。旦那が奥方様の敵を討った同心の女房篠って名なんですがね、今深川の岡場所にいるらしいんですよ。岡場所に。人の女房に乱暴した挙句相手の旦那に切り殺されてしまった。その男を恨んでいるのか。大丈夫。大丈夫。安心しろ。食えねえっつって。少しは食わねえと体に毒だぜ。ああ。
喉乾いたかな。湯冷まし作ってやるからな。いいことすると無性に腹が減るんだよな。ああ、起きまった。大丈夫か？大丈夫か？内緒で。いつからアヘンを？1年前面白半分でつい手を出してしまって。誰から手に入れたんだ？殺された仙蔵の旦那からです。仙蔵はなぜアヘンを持っていたんだ？商いに使うんだって。商い？巳之助って男が船で運んでたみたいで。長崎から運んでいたというのはそれだったのか。あの二人が取引してたのは骨董品じゃなくてアヘンだったんですね。仙蔵はいつ頃からアヘンを扱っていたんだ？いつだか酔った勢いでかれこれ5年になるって。5年前。その時こうも言ったんです。競争相手の息の根を止めてアヘンの仕入れを独り占めにしたって。誰にやられたんだ？仙蔵。5年前ってことは旦那が。およ、お前を追っていた奴らは何者なんだ？万華楼の連中です。万華楼？東両国にあるあの料理茶屋の万華楼かい？ええ。そんな料理茶屋はなかったはずだ。古い棚を改装して屋号も万華楼に変えたんですよ、5年前。おめえ万華楼の連中にどうして追われてたんだい？あそこに行けばアヘンが手に入ると思って死んだ2人の話を小耳に挟んだことがあるんです。アヘンの本当の仕入れ元は万華楼だって。アヘンをもらえると思ってついていたら人気のない場所へ連れて行かれて、連中の隙を見て夢中で。逃げ出したってわけか？もしあの連中に見つかったら私はきっと殺されてしまう。これからどうすればいいのか。これは？そっと江戸を離れて人知れぬ土地へ行けば奴らも探し出せばいい。私みたいな女にこんなことまで。自分を大切にすることだ。途中まで送ってやってくれ。ありがとうございます。本当にありがとうございました。旦那、行ってもらいます。お元気で。幻の源十郎。まさかあの人が。当座の係にと渡した金子を
三受の金と別の女物を浪人に使い果たしてしまうなど。あれ、よろしいのですか？仕方がなかろう。一文なしではいかに幻といえどもニッチもサッチもいくまいが。では遠慮なく。この5年前の一件がアヘン絡みだとすれば間違いなくワンゲロンが関わっておるのではないのか。おそらく。だとすればいくらでも打つ手はあろうが。まずこの金を使うことから始めましょう。お主、その金何に使うつもりなのだ。本日はお越しいただきましてありがとうございます。当万下楼の女将喜和でございます。お一つどうぞ。お客さんはただのご浪人さんじゃないとお見受けしますけど。やっぱりそうなんですね。ただの浪人でないとしたら何に見える？さあ何でしょう。どこかの大半のお目付け。隠密でよくご浪人姿におなりになられたりしますから。町方の役人も浪人姿になることがある。知り合いに南町の隠密同心がいてな、仕事柄よく浪人者に姿を変えていた。もっともその男は5年前に死んだ。吉見伝四郎というんだが、知り合いか？いいえ、存じ上げません。そうか。あいにく俺はただの浪人だ。ここののれんをくぐれたのはこいつのおかげだ。これで足りるだけの酒を飲ましてもらおう。見かけたことのない浪人が？南町の隠密同心だった吉見伝四郎と知り合いだなんて言い出して。あの吉見と？なんだか気になって私。まさか5年前の一件お上がこっそり調べ始めたんじゃ。そんなはずはない。そのために献上金としてお偉方に大米を届けるようにしてるんだ。だったらあの浪人は一体。俺に用があるらしいな。今宵はいささか酩酊気味だが空いてんだろう。遠慮なくかかってこい。マンゲロウにとって俺は邪魔者のようだな。どけ。ささ。ご心配をおかけしましたが、怪しげな浪人者の始末はつけました。何者かわからぬまま始末をしたのかね？消してしまいさえすれば当座の心配はなくなります。死人に口なしと申すからな。
どうしたんですか？切っ先をかまどの火で焼いてくれ。世話をかけた。いいえ。初めて深川で会った時とは別人のようだ。どうして私を岡場所から？どうしてですか？ただの気まぐれだ。深い意味はない。邪魔したな。朝毛の支度ができましたよ。ああ、すぐ行く。高山さん。高山という名に心当たりはない。すまんが頼みがある。私に何を？吉見伝四郎が万下楼と屋号を変えた料理茶屋に出入りしていたか急ぎ調べてもらいたい。なぜそんなことを？訳は知らぬ方がお前のためだ。しかし。頼んだぞ。蔵前片町の名主増田屋文右衛門、万下楼の主人宗兵衛とは5年前から実婚だそうですよ。5年前から。それにもう一人勘定奉行の萩原摂津守を入れて3人のつながりはかなりのもんだった話です。萩原は以前町奉行で陰じゃ金と女と出世に目のない俗物だってもっぱらの噂ですよ。それが5年前南町のお奉行だったって話だから旦那の上役だったんじゃ。お、噂をすれば萩原様、ようこそお越しくださいました。お待ちいたしておりました。さあこちらへどうぞ。志乃さんですよ。どうしてまた？待てよ、そういやあの時。どうしてあんなことに？それがさ、5年前の一件を解く鍵を東両国の万下楼にあると睨んだらしくてね。
5年前の一件。いやなんでもねえ、なんでもねえんだ。志乃さんきっと旦那の手助けをしようと思って万華楼に。いや前に言ってたんですよ。岡場所から助け出してくれた旦那にせめて恩返しがしたいって。いや、ひょっとすると5年前の真実を自分で確かめるつもりなのかも。失礼いたします。お奉行様はあの仲居が気に入ったらしい。どうやらそのようですね。まだ入ったばかりの子ですからね、簡単にこっちの思うようには。そこを何とかするのがお前の役目だろうが。勘定奉行の萩原がアヘンの密売に一倍噛んでいるのはわかるが、この町名主の増田屋はなぜ？アヘンの密売には多額の資金が必要だったはず。町名主ならその金を用意できる。いやしかしこの増田屋はそれほどの大店ではなかったはずだぞ。七分積金を流用すれば資金には困らない。なんだと？町名主ならできるはずだ。バカな。七分積金は万が一の時に備え各町ごとに毎年積み立てるようにと30数年前当時のご老中がお決めになった制度だ。いわば公金も同じもの。たかが名主風情が流用などできるものではない。表向きはそうでも何万両もの積立金を密かに流用できるのは御前。増田屋が七分積金を流用しているのであれば即刻増田屋を打ち果たすよう命ずる。即刻というのはあまりにも請求では。この男にはそれだけの陰口を払っているはずだ。ですがその何を考えている？この柿柄町には昔奥州白河藩の中屋敷があった。藩士たちの憩いの場であったこの屋敷を風月庵と名付けたのは当時の白河藩主。その名は松平定信様。それはだな、よい。いかにもわしは松平定信だ。七分積金は老中として思案に思案を重ねて取り決めた制度だ。それがアヘンの密売に流用されるなどとは断じて許せん。即刻打ち果たせ。今増田屋一人切ってもまことの解決にはなりますまい。わしの命を聞けぬと申すのか？やらねばならぬことがございます。幻。どういうつもりなんだあの男は。申し訳ございません。吉見伝四郎が今万華楼になっている店に出入りしていた形跡はありませんでした。宗兵衛という万華楼の主とのつながりは？それも全く。
そういう答えが返ってくると思っていた。吉見伝四郎はおそらくアヘンの虜にされ多額の借金を作っていたんだ。だから織江を陵辱するように言われ断りきれなかったんだろう。それにそのことが神山源十郎を罠にはめるためだということを吉見は知らなかったはずだ。知っていれば亭主が帰ってくる頃を見計らって織江を恥ずかしめたりはしなかったろう。何をおっしゃりたいのですか。あの夜神山は泊まりだった。吉見はそれを知っていたからあの刻限に織江を襲った。亭主が帰ってきたな。罠に手を貸した者がいるからだ。小山さん、今夜の泊まりは私が代わります。さっき奥方様をお見かけしたのですが、具合が悪いようでした。顔色も優れなかったし、早く帰ってあげてください。そうか。じゃあ今夜の泊まりは代わってくれ。はい。その時見えなかったことも時が経てば見えてくるものだ。まさかあんなことになるとは。まさか。嘘を伝えたんだ。私は金と出世か。このこと小夜さんは知っているのか。このまま知らさずにおくことだ。何をだ。5年前のあの時の約束を果たしてください。約束？私を勘定方に入れてくださるという約束です。いろいろ手を尽くしているのだが、そういそれとはことが運ばなくてな。勘定方に入れていただけない時にはそれなりの。分かった。金子はすぐに用意して届ける。厄介ですね、このままにしておくのは。たかが若造だと
高を売っていたのだが。金を受け取ったらその足で江戸を離れる。急ごう。さよ。何があったのですか？何があったか妻の私にも話してください。俺は同心として人間として失格なんだ。ダメなんだ。そんなことありません。お前は本当の俺を知らないんだ。あなたわずか30票二人淵、一生同心のまま。そんな暮らしは嫌だって。お前にも同心の妻のままではいさせたくなかった。だから俺は裏切ってしまった。どなたを裏切ってしまったのですか？誰よりも尊敬していた人、その人のような人間になりたいと子供の頃から憧れていた人を俺が裏切ったこと、その人は分かっていた。俺は切られてもいいと思った。切られて当然だと覚悟した。だがその人は何もせず俺の前から消えた。お前には何も知らさずにおけと言い残して。その方というのはもしかして神山さんだ。生きてらしたんですか？お前を送ってくれた人だ。あの方が。このまま江戸にはいられない。二人でよそへ。それでいいのですか？江戸から逃げ出したりしたらあなたは卑怯者のまま一生を過ごすことになります。私も死ぬまで卑怯者の妻に。何があったにしろ誠をもって自訴するのです。それが神山様にできる私たちの唯一の償いです。さよ。さよ。寒空に真珠だってよ。一体何があったんだ。まだ若い二人なのにね。本当にな。旦那、万華楼から志乃さんの姿が消えちまいましたぜ。消えちまったの。なんだ。
こいつとお前の虜になって、うわ大事な七分積み金に手をつけてしまったよ。増田屋の旦那には宗兵衛も感謝してますよ。万下楼を大々的に改装できたのも、当分仕入れずに済むまでアヘンを買い付けられたのも、みんな旦那のおかげだって。これからもたっぷりと礼はしてもらうよ。宗兵衛にも言われてますよ。旦那の望みは何でも叶えて差し上げろって。おきは旦那。おきはお前は誰だねお前さんは。七分積み金を流用していたのはアヘンとこのメス猫のためだったわけか。中井が一人消えた。行き先はどこだ。お御様のところだ。摂津守様のお屋敷へ。お前先行きなさい。何言ってんだ今まで王を忘れたのかい。黙れこい安次郎が。おい何してんだ。何してんだ。伊佐治。お前のためにこうなった。何言ってんだよ。お前にはこれ金を使ってんだよ。何言ってんだ今さら。話しとくれよ。話せくれて。話せ。まだ死んでない。話せ。女を縛り上げてもてあそぶのがわしの好みでな。よしみがあんな真似をしたのあんたの差し金だったんだね。何？お前吉見伝四郎と関わりが？よしみの妻だった女だよ。5年前の一件の裏には何があったのか聞かせておくれ。あの吉見って隠密同心の女房だったとはな。亭主の恨みを晴らすつもりでいたのか。教えてやるぜ。お前の亭主は隠密同心としていろいろ嗅ぎ回ってたんでな。アヘン漬けにしてやったんだよ。あとはこっちの言いなりだ。高山って定町回りがアヘンに感づく前に手を打ったのよ。お前の亭主を使ってな。5年前のいきさつが分かったらおとなしくお奉行様の言う通りにするんだな。それでは萩原様、どうぞごゆるりと。誰だお前。死神源十郎。死神？お前たちを冥府から迎えに来た。貴様小山源十郎。あの同心は天満町の牢屋敷で死罪に。5年前アヘン密売の邪魔になる俺を罠にはめ多くの人を死なせたお前たちを許すわけにはいかん。なんだと。今度こそ獄問題にさらしてやる。伊佐治と行くんだ。さあおしのさ。
野さん早く何度も言う通りにす助けてくれ。人として恥ずべきお前たちにとって俺は死神だ。死神源十郎が地獄へ送ってやる。マンゲロウのアヘンが燃え、関わりのある人間はこの世から全て消えた。お主の雇い主は誰だ。黒桑者を配下にできるな。幕閣。貴様の命、いずれもらい受けることになる。抹殺できるかな。旦那、俺があんたの亭主を切った。今まで黙っていたこと詫びねばならんな。詫びる必要なんて、私の方こそ何も知らないであなたを恨み続けることで今日まで。これからは少しでもあなたのお役に立ちたいんです。それは観念した方がいいですよ。優しい顔してるけど芯は強いみたいですからね。根はしつこい女です。だから覚悟してください、幻の旦那。そうか、すべてけりがついたか。我々が一尾から受け取った献上金は闇から闇。世間に知れる恐れはこれでひとまずなくなりました。だがまだ安心はできぬ。これからも念には念を入れて用心せねばな。さすがの一橋春里と田沼沖政は背筋が凍りつくような思いをしたに違いない。ああ、それだけでもあの男をよみがえらせた価値があるというものであろう。あの男にはこれからも働いてもらう。しかしあまり幻に期待をかけるのもいかがかと存じます。何せあの調子ですから
それがしもいささか疑念を。この男は一匹のアリに過ぎん。アリ？戦場の包みもアリの一血からの例えがあるが、アリはアリでもあの幻源十郎はただのアリではなさそうだ。それをとくと見定めてくれるわ。この時源十郎は心に決めていた。権力の亡者のためではなく、その陰で泣き暮らし苦しみながら必死で日々を送っている多くの人々のためにこそ冥府の刺客死神源十郎となることを。赤馬の下手にお縄になりましたよ。食い止めねばならん。引き回しをされて一度は死ぬ覚悟をした身。あいつは私の亭主を切ったやつなんです。お前たちを冥府から迎えに来た。あの旦那はこの世にいるはずのない幻だって言ったわね。私のことも幻だと思って。小判の吹き増しと赤馬騒ぎ、これどう関わりがあるのだ。この夜更けに笹舟か。メイドにいる恋しい男への寂しい頼りさ。メイド？ええ。また赤馬か。赤馬？赤馬とは火付けのことであり、犯罪者たちの隠語である。赤馬は江戸の各所を駆け抜け、人々を恐怖に陥れた。同心高山源十郎は5年間の投獄の末死罪を言い渡された。だが斬首の刑を迎えたはずのその日、源十郎はよみがえった。そして自らをはめた黒い企みを暴き、幻として生きる定めを背負った。彼は自らをこう呼んだ。死神源十郎。平岡様。どうした？油をまいた跡がありました。
やはりこたびもまた赤馬です。島田、火付盗賊改め方の名にかけ一刻も早く下手人を捕らえるんだ。はっ。これはこの度公儀が財政改革と称して鋳造した新しい小判だ。なるほど。新しいだけにピカピカと。孫兵衛、上辺はきれいだが中身は金が減らされた質の悪い小判、つまり吹き増しだ。吹き増しにござりますか。さよう。金貨が中心の江戸と銀貨が中心の大阪、小判に含まれる金が減れば両替が混乱し物の値は上がる。仰せの通りかと。幕閣どもと金座の後藤の下手な策であろうが、おそらく奴らは小判の吹き増しで私腹を肥やしているはず。私腹を。それはまた許せぬ所業にございますな。そう思うか孫兵衛。それはもう。ならば孫兵衛、急ぎ源十郎に確かな証拠をつかませ揮発らを抹殺させ。ですが御前、源十郎は飼い犬にはならぬと。孫兵衛、飼い犬でも野良犬でも餌を食べずには生きてゆかれまい。餌を食べるには金がいる。違うか。ただいま戻りました。旦那、赤馬の下手人お縄になりましたよ。そいつが驚くじゃありませんか。下手人女だそうですよ。女？ええ、元はスリの一味にいた女で今は料亭の仲居だとか。捕らえたのは加藤改の平岡って与力だそうで。平岡佐兵衛、ご存知なんで？引き回しだ。赤馬の下手人の引き回しだ。火付けは市中引き回しの上火あぶりの刑に処せられ、とんでもねえ性悪い女だ。鬼女バカ野郎。得体の知れぬ浪人が現れお歌を奪い去ったとのことです。得体の知れぬ浪人？はい、平岡様にお心当たりは？あるはずがあるまい。お歌は付け火の題材にその上逃亡するとは。島田、もはや容赦はいらん。お歌とその浪人を見つけ出し早々に斬り捨てい。はあ。おのれ。着替えましたか？はい。
しきせよ。旦那はお帰りになりましたよ。帰った？夜が明けたら一刻も早く江戸から逃げろとの言いつけです。あの旦那はどうして私を？本所の赤馬をお馬やがしで一緒に眺めたあなたが下手人であるはずはないと。ではお上にそう訴え出ていただければ。旦那は幻なんですよ。幻？この世にいるはずのない幻。おお、帰ったか。待ちかねたぞ。何か？まずはな、これを見てもらおう。新しい小判ですか？混ぜ物の多い吹き増し小判だが、一両は一両。ご公儀の懐は潤うだろうが、庶民には物の値を上げ混乱させるだけのもの。そして小判の吹き増しを利用して己の懐を肥やすもの。金座の後藤庄三郎。そしてその背後に潜むもの。それが何者か突き止めろとの楽王様の仰せだ。やってくれるか？権力者の醜い争いにいつも泣きを見るのは市井の人たち。そうそう、その通り、その通りだからな。これは当座の係だ。もちろんこれ吹き増しをしたものではないぞ。太田さん、これを。ちょっと。これは幻の旦那から渡すように言われたお金です。旦那が？さあ。お昼までになるべく遠くへ行くんですよ。いろいろありがとうございました。いいえ。常盤橋御門前金座は小判などの金貨の鋳造所であり、代々後藤庄三郎によって営まれていた。
愛臣の旗本か。おい、なんだてめえ。いや、ちょいと。定火消しの外縁がいる屋敷となると。平岡。志乃さん、あいつ私の亭主を切ったやつなんです。どうして邪魔するんですか。落ち着いてよ、太田さん。あの人、あなたがつけてたの知ってた？え？人気のないとこに誘い込もうとしてたのよ。稲葉備前守。ええ、旗本五千石ご公儀の作った旗本の定火消し実験の一つですで、そいつが金座の後藤の屋敷に出入りしてるんで。金座と定火消し、妙な取り合わせだな。そうなんです。一体どんな関わりなのか。それにしても旦那、金座には次々と古い小判が運び込まれてますよ。そいつを溶かし混ぜ物を入れて増やすだなんて、まったくご公儀もアコギな商売をするもんだ。伊佐治、後で使いを頼む。ええ。どうした？太田さんを連れてきましたよ。江戸を出なかったのか？すいません。平岡左平の命、狙ったそうだな。加藤改の平岡ご存知なんですか。亭主はなぜ平岡に切られたのだ？私の亭主の美濃吉は平岡の手先を務めていました。そして平岡がお金をもらって悪党を見逃しているのを知って加藤改のお頭様に訴えようとしたのです。でも旦那、どう
うしたのお前さん。お前さん、お前さん、しっかりして。平岡。美濃吉は平岡の悪事を私に言い残して引きを引き取りました。私はお上に訴え出ました。ですが誰も信じちゃくれなかった。平岡左平は己の悪事を知っているお前を赤馬の下手人に。私も今は料亭の中居でも美濃吉と知り合うまではスリの手伝いをしていた女。叩けば誇りはいくらでも出ます。赤馬の下手人に仕立て上げるくらい何の造作も。でもよくスリから足を洗えましたね。何もかも美濃吉のおかげなんです。もうこれっきりにしてください。お願いします。よし。美濃吉さん、やめて。やめてください。美濃吉さん、いや、親のお願いします。お願いします。やめて。美濃吉は私の身代わりになってスリの親分に話をつけてくれたのです。私は美濃吉のおかげで足を洗えたんです。これからどうする気だ。美濃吉の恨み必ず晴らしてやります。でも相手は加藤改めの引き回しをされて一度は死ぬ覚悟をした身。とっくに命は捨ててますよ。だが死んだ美濃吉はどう思うかな。旦那、歌はしばらくここで預かる。これはこれは。ほれ、源十郎の知りたがっていること、これに書き記してやる。ああ、どうもご造作をおかけいたしました。ここで開く。で、いざし、小判の吹き増しと赤馬騒ぎ、これどう関わりがあるのだ。さあ、そいつはしも。やはりな。何か。赤馬が飛んだ銀座両国下や本庄、その火事場には皆両替商がある。両替商って金貨や銀貨、銭を取り替えてくれるあの両替商ですね。赤馬に巻き込まれた両替商のほとんどの者たちは焼け死に、金蔵も焼け落ちている。全て稲葉備前守の定火消しが駆けつけてますよ。両替商の消し口を取って消火に当たっている。旦那、稲葉備前守と後藤正三郎ってことは赤馬と小判の吹き増し。具ゾロの蝶かぶります。さあ、入りました。入りました。
さあどうぞ。はい長半どっちを。はい半内か。よし長だ。半。はいこっちもできた。こっちもできた。長半駒揃いました。勝。しのりの長。ついてるぜ今日は。小野君ちょっと川へ行ってくるぜ。しのりの長かぶります。なんだってめえら。赤馬が飛んだ時お前たちは何をした？何をしたって。俺は定火消しの火炎だ。火を消していたのに決まってるじゃねえか。本当にそうか？本当も何も俺は知らねえんだよ。赤馬の火事の時どこで何をした？知らねえよ。やめてくれ。命が惜しければ何をやったかハゲ。言うからやめてくれ。なんなら野郎何者ですかね。加藤改め方よりき平岡左平だ。まさか加藤改めまで。稲葉様の取り分の一部にございます。見事な輝き。それはもう金の量は少なくても金座の作る小判は誰はばかることのない天下の小判。5枚の小判を7枚にするとは全く商人以上の才覚。これで天下の金回りも良くなり稲葉様と手前も便乗しての大儲け万々歳にございますな。稲葉様、平岡左平にございます。入ってよいぞ。遅かったな。何やら得体の知れぬ浪人が嗅ぎ回っております。得体の知れぬ浪人？はい。外苑の松蔵を攻め何事かを聞き出そうとしておりました。稲葉様。して平岡、松蔵は吐いたのか？いいえ、その前に拙者が始末しました。そうか。それにしても何者だ？おそらく引き回し中のお歌を連れ去った。くれぐれもご油断召されぬよう。加藤の平岡左平も臆病になったものだ。して稲葉様、ご用とは？最後の赤馬を飛ばすのだ。最後の赤馬？
平岡様が下手人に仕立てたお歌が逃げたからには再び赤馬が飛んでも不思議ではありますまい。それはそうだが。平岡、早々に赤馬の獲物を見つけろ。はっ。そんなところで何をしているの？別に。隠さないで。研いでいたのは合口ね。お歌さん、あなたまだあの平岡っていう加藤改めよ。星野さん、あの旦那はこの世にいるはずのない幻だって言ったわね。私のことも幻だと思って。お歌さん、死に急いじゃダメよ。せめて一月恨みの一月させれば私は殺されたっていい。お歌さん、わからない。篠さんには亭主を殺された私の気持ちなんか分かりゃしない。私もそうか、赤馬の獲物あったか。はい。神田の両替商大黒屋に明後日、大阪河野駅から2000両もの銀が届き、小判に換えるとか。2000両の小判、大黒屋の金蔵に揃うのだな。さようにございます。獲物は大黒屋の金蔵か。で、いつ赤馬を飛ばすのだ？明日の夜。その方の取り分だ。はっ。平岡が帰った後、外苑どもの動きが忙しくなり、出かけてた者たちが呼び戻されましてね。赤馬が飛ぶ。赤馬？稲葉たちは赤馬を飛ばし、両替商をまた襲う。だな。食い止めねばならん。ですが、いつどこに赤馬を飛ばすかわからない限り食い止めるなんて無理ですよ。旦那、どうした？目を離した隙にお歌さんの姿がどこにも。美吉の恨み晴らしてやるよ。その前に美吉の元に送ってくれる。死ね！死にたくなければお前を助けた浪人が何者か答えるのだ。知らないよ。それほど美吉の元に来たんか。あんたに命乞いするぐらいなら死んだ方がマシだよ。死ぬがよい。あんたを道連れにね。
死ね。殺せ。さっさと殺せ。言われるまでもない。死ね。太田さん、しっかりして。貴様。まさか高山源次郎死んだのではなかったのか。死んだ。平岡、何もかも話してもらおう。知らん。俺は何も知らん。ならば今度はお主が。俺には情けも容赦もない。稲葉備前の神様が赤馬を飛ばして両替商から金を奪い、その金を金座の後藤正三郎が吹き回しをして大儲けをしているんだ。お前の役目は金のある両替商を調べ、襲う手はずを整える。次はいつどこを襲う。今夜神田佐久間町の両替商大黒屋。本当だ。信じてくれ。嘘偽りは申さぬ。太田さん。美濃吉の恨み。太田、己の志を貫いた。太田さん。太田さん、まるで満足してるみたいに笑ってるぜ。よいか。赤馬を飛ばすのは神田佐久間町だ。神田佐久間町でございますかい。さよう。いつもの手はずで火をつけろ。我らは火の手が上がったのを見届けてからすぐに駆けつける。その間その方どもは両替商の大黒屋にも火を放ち、消し口を町火消しに取られぬよう抑えるのだ。承知いたしました。火を放つのは伊野国四つ藩。抜かるでないぞ。お任せを。行け。え？稲葉様。
おお、強盗参ったか。趣味が気になりましてな。ところで平岡様、獲物のところにでも行ったのであろう。燃えろ。そうはさせぬ。まさかまだ簡単に火の手は上がらぬか。赤馬は飛ばぬ。何者だ。死神源十郎。死神？お前たちを冥府から迎えに来た。おのれ、出会え。手物じゃキリシティ。金ならやる。欲しいだけやるから。だから人として恥ずべきお前たちにとって俺は死神だ。死神源十郎が地獄へ送ってやる。稲葉備前の神と金座のごと打ち揃って病で死んだか。今朝ほどご公儀にそう届け出があったそうにございます。見えすいた小細工を。稲葉備前の神、上武家氏の役目をいいことに赤馬を飛ばしては両替商を襲い小判を奪い取り、金座の後藤と結託して吹き増しをし懐を肥やしていたとか。所詮愚かな雑魚が2匹か。泥沼の底に潜み己の都合で政り事をするくまいな者ども、いずれ必ず葬ってくれる。お歌さん、あなたは恋しい蓑吉さんの敵を立派に撃った。でも私は夫の敵を撃つ気にはなれない。江戸の町を恐怖に陥れた赤馬騒ぎは終わった。
だが小判吹き増しの混乱と物の値上がりは始まったばかりだった。竜の筋彫りが内股にあったそうですよ。私も奥へ奉公に上がることになったの。井筒屋の娘というのは奉公に上がっとらんぞ。間違いなく高値で売れますぜ。人として恥ずべきお前たちにとって俺は死神だ。俺がいるのにどうして大奥へなんか。私が多くへ上がればお店の借金も待ってもらえるし、なんとか店も持ち直せるかもしれないの。探してみるって言ってました。この話をお断りする。断る。